こんにちは、なにこでございます。みんな久しぶり。前回の更新からですね、多分約ですよ、おそらくなんですけど2ヶ月ぐらい経ってるんですよね。2ヶ月ぐらいまともに動画を更新できていなくて、本当に申し訳ございませんというのと、本当に忘れていないですか、2ヶ月で私のことっていう気持ちでいっぱいです。すごく恐怖しているんですけれど、その2ヶ月休んでいた理由は体調崩してたとかそういうことではない、めちゃくちゃピンピン元気にしておりましたので、そこは大丈夫だよっていうことを言っておきたい。なんか詳しく何かを説明できるわけではないというか、ちょっと今は説明するべきではないのかなと思うので一応伏せておくんですけど、すごい元気にやってたから心配しないでっていうことで2ヶ月ぶりにね動画を撮っていきたいんですけれども、本日はどのようなメイク動画かと言いますとですね、この2ヶ月の間で爆流行りしたメイク、皆さん頭の中に思い浮かんでます？で、私も一応「なにこちゃんこのメイクやってほしくて」って言ってもらえていたので、一応爆流行りしていたメイクをね私もやりたいなと思うんだけど、もうかなり瞬間過ぎてる。もうね多分1ヶ月ぐらい過ぎてる。そんなことはないから、でも結構過ぎてて、ちょっとどうなんだろう、みんなに今更かよって笑われるかなとかいろいろ考えたんですけど、しょうがないですよね。しょうがない理由で2ヶ月休んでるんですから、しょうがない理由で旬から過ぎてもしょうがないっていうことで、ちょっとタイトルコールしようかなと思います。ということで本日はクッキーメイクをやっていこうと思います。メガマルクッキー。そうでございます。本日はね、1ヶ月ぐらい前ぐらいから流行り出していたであろうクッキーメイクを今更やらせていただこうかなと思います。本当に今回はリハビリ動画かもしれない。こういうなんていうんですか、毎日メイクじゃない、そのコンセプト色の強いメイクみたいなものもやるのがね、2ヶ月ぶりでございますから、メイクの腕も落ちてるし、動画の撮り方とかもなんかすごい下手くそになってるかもしれないんですけれども、その辺すごく甘めに見ていただけると嬉しいでございます。そんじゃもう流行りが過ぎ去っておりますけど、クッキーメイクの方をやっていきましょう。そんじゃあ早速メイクをやっていくんですけど、その前にカラコンをつけていくよっていう話でございまして、本日つけていくカラコンはリルムーンのスモーキーベージュという以前も何度か動画に出させていただきましたねっていうカラコンをつけていきます。で、なんかね、見え方としては目の色が茶色っぽく明るくなる感じ。今回クッキーメイクということでかなりブラウン味の強い感じのメイクにしていくので、それに合わせてこちらもブラウンっぽいベージュっぽいみたいな感じで明るくなるやつを選ばせていただきました。つけてきますね。こんな感じでカラコンつけるだよって感じなんですけど、動画の撮り方忘れすぎてさ、前まではさ片方ずつ違いを見せてたんだけど、全然一気に両方つけちゃいました。すいません。これね前もご紹介したことあるんで言っちゃいいかなっていうことでこんな感じでございます。ほんのちょっとだけ目が大きくなるのと、目の色がさっきも言った通り茶色っぽく明るくなる感じがして、今回のこのクッキーメイクのお色味たちにも合うんじゃないかなといったところでございます。そんじゃあメイクはね、眉毛から描いていくよ。眉毛はマジで何のこだわりもない、びっくりたまげたって感じで、本当に何もこだわりがないので、お好きな感じで描いていただければいいかなっていう感じ。ただ今回はちょっとだけ可愛らしい感じの顔にしていく予定なので、私はだからちょっと眉毛を太めで短めに描くと幼い感じが演出できていい感じなんじゃないかなって感じだけど、みんながしたいような眉毛だったら何でもいいです。本当私はっていうだけです。こんな感じで一般的な柔らかい印象な感じの眉毛が出来上がりました。こんなもんでいいんでないでしょうか。久しぶりなんですよ、自分の眉毛に合わせずコンセプトに合った眉毛を描くみたいなこの行為がすごい久しぶりだから、すごい不安なんですけど、眉マスカラ塗っておきます。適当に眉マスカラしてください。これはね地毛よりもちょっとだけ明るくなればいいかなって感じ。こんな感じで眉マスカラもいい感じに塗れました。もう本当に適当にちょっと明るめなブラウンな感じの眉マスカラが塗れたら何でもいいかなって感じ。そんでもったら今回はアイメイクより先にチークを先にやっていきます。っていうのもちょっと今回チークですごいことをしていくから、先に見ておきたい、バランスをとっておきたいっていうのがでかくて、ちょっとそれをやっていきます。まずはジューシーのアップルユーニュアンスグローパウダーの M216 番のアップルシナモンというレッドベージュみたいな感じのお色味のやつを塗っていきます。こいつをやって取ったら普通にこの頬骨の高い部分に塗る感じで塗るのと、あとはもうこのね鼻のてっぺんまで通過していく感じで、こんな感じで塗っていきたい。こんな感じで大まかにチークがねふわっと塗れましたら、この上にですねいわゆるそのブラウン系のものを重ねていきたくて、ブラウン系のチークでいい感じのもんないかなっていろいろ見て回ったんだけど、腑に落ちないものが多くて、そういうのじゃないんだよなみたいな、ちょっとこれは赤すぎるなとかオレンジに寄りすぎてるなみたいなものが結構多かったから、私は今回このジュディドールのメリハリマスターパレット N01 番のクール
トーンというやつのここのねシェーディングカラーを使っていきたいの。だから皆さんもお手持ちのブルベム系みたいな感じで打ち出されてるようなシェーディングカラーをチークとして塗っていきたいなっていう感じで、イントネーションがキモいんですけど、そんな感じで重ねていきたいので、適当にシェーディング取ったらもう上から重ねちゃう。ペッペッと重ねて鼻の上にも塗らさせていただきまして、わかりますかね、こんな感じで塗れたんですけど、この辺のお色味の感じクッキーっぽい色になってない？わかんないけど、なんかこれ他にメイクしてないとなんかただ顔が汚れてる人みたいに見える。もうなんかクッキーメイクってこういうことな気がするんだな。ただのブラウンメイクで終わらせたくないから、私はこれを可愛くできてこそクッキーメイクな気がするので、ちょっと頑張るわ。でもったら、シェーディング使ったし、ついでにノーズシャドウもしときます。これは本当に順番とかは何の意図もないんですけど、適当にノーズシャドウしていくんですけど、今回は可愛らしい感じに顔面を作っていくと、さっきも言ったと思うので、鼻先まで囲んじゃって、こう丸い感じの鼻を作るのと、鼻先にノーズシャドウ入れて間飛ばして鼻根の方にもやってっていう感じでノーズシャドウをしていきます。そんでもったらやっとアイメイクに行くよ。まずアイシャドウはリリー・バイレットのムードキーボード02番のアッシュモーブーでございます。こいつはもう定番ですね、私の動画で。こいつのここのお色味をまず一番最初に塗っていきます。これはもうね、上まぶたも下まぶたも全体的にふわっと塗ってっちゃうまでって感じ。はい、こんな感じで薄いお色味が塗れましたら、お次ここの色ね。これを上まぶたは目尻半分に、下まぶたは涙袋全体にパパッと塗っていきまして、はい、こんな感じで中間色的なものが塗れまして、かなり目元がねクッキーメイクらしい感じになってまいりましたら、お次ここのお色味使うよって、これを細い筆で取りまして、下まつげの生え際をピーッとなぞっていきますと。はい、こんな感じで下まぶたの際を埋めれましたので、お次涙袋描いていくよ。まずはこの色味を使いまして、涙袋の下書きを作っていくっちゅうわけ。これで今回はちょっと大きめに涙袋を作ります。ちょっと可愛らしい感じにしたいので、ちょっとだけいつもより大きめなところに下書きを描いていきます。で、若干目尻側を垂れさせるような感じで作っていくと可愛らしい印象が強まるんじゃないのって。はい、こんな感じでね、下書きが適当に作れましたら、お隣のここのお色味を使いまして、今描いた下書きのすぐ下に濃い色を入れて涙袋も作っていきますって。おい、こんな感じで涙袋が出来上がりました。結構ね、丸っこい感じの涙袋を作ってみたので、可愛らしい顔になっているんじゃないかなと思われます。そうでもったらこっちだけちょっと二山が狭いので揃えてきます。ちょっと待っててね。はい、こんな感じで二山もいい感じに揃えられましたので、そしたらアイラインを描いていくんですけど、今回アイラインは結構短め、この目の縦幅を生かしていきたいので、あんま長く描かないで、あとあんまり跳ね上げたりせず、目のこの流れに沿った感じのアイラインを描いて、でね、アイラインの先をシュッって終わらせるんじゃなくて、ちょっと丸くします。アイラインでシュッて流しちゃうより、こうキュッと終わらせる方が可愛らしい印象が増える感じがする気がしてます。はい、こんな感じでアイラインが描けました。かなりコロンとした目になったんじゃないかなと思いますので、そしたらこのアイラインをぼかしていくので、アイシャドウのこちらのお色味を使います。一番濃いね色を使いましてね、アイラインの上側をピッピッピッとなぞっていくのと、今回はね、下側も結構しっかりめにグググッとぼかしちゃいます。で、ついでになんかこう下まぶたのこの辺にもシミ色塗っちゃうよみたいな感じにするといいんじゃないって感じ。はい、こんな感じでアイライン全般もろもろが終わりましたら、お次はね、まつげにやっていくんですけど、わかります？こんな感じのめっちゃ束感です。強いです、束感みたいな感じのつけまをつけていくこととします。結構このまぶたの一番高い部分が一番長く見えるようなつけまをつけることによって、目の縦幅が出るので元気な印象になるんじゃないかなっていう感じでつけていきます、これ。はい、こんな感じでつけまがつけられました。こんな感じですごい束感がバッサバサな感じのつけまでございます。これかなりね、可愛らしい印象になりつつ、しっかりね、黒目の真上まで長い感じのつけまだから、目の縦幅もいい感じに出てるんじゃないかなと思うので、そんなら下まぶたじゃなくて下まつげにもマスカラ塗ります。で、下まつげの目尻の方にだけ塗っていきたい。はい、こんな感じで下まつげも終わりまして、全体的にですね、いい感じにまつげがバサッとして、若
若干この目尻がね垂れ目に見えるような感じもいい感じに作れたんじゃないかなと思いますので、そんならマットハイライトやっていきます。適当な白目なアイシャドウとかでまずは目頭にちょんと塗るのと、これを目の上側と涙袋の下側にぼかして、でそうしたらね涙袋の方にもこのマットハイライトを塗っていきたいんだけど、今回ねこのせっかくのこのブラウンの可愛い感じがあるので、今回ね細く塗っていきたいので、こんな感じのね細い筆にマットハイライトを取ったら、最初にやったこの下まつげの生え際を埋めるやつのほんとすぐ下にマットハイライトを入れる感じ。これでアイシャドウの色は保ちつつもなんか自然に涙袋ありますみたいな感じで演出できると思われる。はい、こんな感じでお目目にマットハイライトが塗れましたわ。そんでもったらラメラメを塗っていくんですけど、今回あんまりキラッキラみたいな感じにしたくなくて、マットな感じもすごく大事にしていきたいから、使うのは 2AL のジェリーグローハイライターパレットの01番のフェアリードリームっていうやつの、ここのブラウンっぽいベージュっぽいみたいな感じのやつを細く細かく塗って、なんか目立たないけどなんかちょっと華やかに見えるかもぐらいの感じに収めていきたい。このハイライトをこういう細い筆に取ったら、さっきマットハイライトを塗ったこの涙袋の際にピッと細く塗っていくのと、そしたらね目頭の方にもこの目頭のラインをなぞるようにピッピッと塗っていくわけですね。わかるかな、ここの目頭の輝き。こんな感じで目頭とか涙袋にラメラメが塗れました。で今回のまぶたの上にはもう塗りません。まぶたに上に塗っちゃうと結構もう塗りましたねって感じになっちゃうから、あくまでこの目頭と涙袋だけって感じにしておきます。で思ったらこんな感じでアイメイクは終わりかなと思います。そしたらハイライト塗っていきます。顔面にね。で顔面に塗るのはこのハイライトのここの部分ね、同じ部分を鼻にピッピッピッと一筋ナチュラルめに光を入れるって感じで、この辺のほっぺの部分とかにはもう塗りません。大丈夫です。こんな感じでいい感じにできましたら、お次はねこれはやってもやらなくても何でもかんでもって感じなんだけど、そばかすを描きます。もう適当にピッと描いていくだけで加えます。はい、こんな感じで一応そばかすが描けました。これ映ってますか？てか映ってたとしてなんかいい感じのなんかそばかすっぽいみたいな感じになってますか？ただ汚れついてるよみたいな感じになってないですか？ちょっと心配なんですけど、じゃあ最後リップいきますよ。リップはまずカラーグラムのなんかギークヌードカラーカバーティントの05番セメントっていうね、本当になんかめっちゃグレーみたいな感じの唇の色をカバーしてくれるタイプのリップなんですけど、なぜこれを塗るかっていうと、普通に唇の色をカバーしたいというのもそうなんだけど、唇のサイドを落としたいっていうのと、今から塗るリップのサイドもちょっといい感じに下げてあげたいっていうのがあって、これを塗ります。これはね適当にペッペッペッって塗っちゃえばどうにくなります。そんでもったら普通に塗っていくリップはセザンヌのリップカラーシールドの03番のココアブラウンみたいな、そんな感じのお名前のリップでございます。こいつをねもう今リップを塗った上からボンボンボンと重ねて、私はねちょっと薄めに仕上げようかなと思います。皆さんお好きな感じで結構がっつり塗りたいっていう人はがっつり塗っちゃってもめっちゃ可愛いと思いますけど。はい、ということでこんな感じで完成いたしましたクッキーメイクでございます。めっちゃ可愛くない？びっくり。すごい可愛くいっちゃってよかった。2ヶ月のブランクを感じさせないメイクの出来栄えになったんじゃないかなと思って心底安心しております。よかったですマジで。ということで、一応髪型とかお洋服とかもちょっと揃えてみようかなと思いますので、ちょっとお待ちくださいね。じゃあ行ってきます。はい、ということでこんな感じで完成いたしましたクッキーメイクでございます。よくないですか？ご満悦。本当にいいと思うんですけど、これちょっといろいろ見ていきましょうかということで、まず服かな。服はなんかあんま何も思いつかなかった。なんだろうクッキーメイクってと思って、とりあえずなんかこう顔の印象的にはオーバーオールとか着てそうだなって思ったから、お家にあったオーバーオールを着てみました。で髪型は髪の毛まとめてる方がオーバーオールの印象に合うかな
なっていうのがあって、髪の毛まとめてこの斜め流しの前髪をやって可愛らしくしてみました。で、感じのメイク、さっきもいろいろと話しましたけど、本当に統一感、これぞクッキーといった感じのお色味がふんだんに使われている感じがとっても可愛いんじゃないかなって思います。そばかすもね、案外ね、いろいろ髪の毛整えてるうちにまあそれっぽいんじゃないかなって思えるように見えました。よかったです。ということで本日はクッキーメイクでございました。もう本当に可愛くいったし、何よりね、2ヶ月間動画をね、投稿できなかったわけですけども、今回ね、めちゃくちゃメイクが可愛くいったので、すごいいいスタートを、いい再スタートを切れたんじゃないかなと勝手にすごく思っております。そんじゃあ今週金曜日の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録とか高評価、コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。本当にただいまって言うからお帰りって言ってね。じゃあバイバーイ。2ヶ月間結構本当に寂しかったよー。